こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日トヨタ自動車より発売が開始された、レクサスのフラッグシップ SUV の LX の内外装紹介をお届けします。こちらは、トヨタのランドクルーザーと兄弟車であり、ランドクルーザーに関しても、過去動画で内外装紹介をお届けしていますので、そちらと比較しながらご覧いただけると幸いです。また、おまけとして、オートサロンで展示されていたカスタムバージョンに関しても、合わせて外装紹介をお届けします。それではご覧ください。まずは今回紹介する展示車の概要についてです。グレードはエグゼクティブとなっており、運転席よりも後席を優先した VIP 仕様となっています。そのため乗車人数は4人乗り仕様となっています。その他のグレードとして、ノーマルグレードとオフロード走行に特化したオフロードのグレードがあり、こちらは外観も異なり、この2つのグレードには、それぞれ5人乗り仕様と7人乗り仕様があります。パワートレインには、ランドクルーザーと同じ V6 3.5 リッターターボエンジンが搭載されており、415馬力、650ニュートンを発揮します。こちらは、先代に搭載されていた 5.7 リッターエンジンよりも、約40馬力、トルクが110ニュートンもアップしているため、重量級の LX でも問題ないスペックであると思われます。駆動方式はすべて 4WD となっています。また、特徴的な点として、GJF プラットフォームと呼ばれるラダーフレーム構造の採用が挙げられます。ラダーフレーム構造は、画像のように、はしご状の頑強なフレームの上に、ボディが搭載されている構造となっており、ボディとフレームが独立しているため、たとえボディが損傷しても、走り続けることが可能であり、LX の信頼性を高めている要素の一つとなっています。今回、TNGA シリーズとして、ラングルに続いて LX にもラダーフレーム構造が採用されています。外反色は全6色設定されています。タフなイメージな LX のため、レッドやブルーなどの鮮やか系のカラーは設定がなく、落ち着いた色合いのものが中心となっており、今回の展示車では、オプションカラーのマンガンラスターの車となっています。お値段16万5000円と、なかなかな値段となっており、それ以外のカラーは無償となっています。日本仕様の LX には F スポーツの設定がないため、グレードによって選択できない外配色はありません。内装色もご覧の6色が設定されていますが、こちらはグレードによって選択肢が限られており、左上のブラックとサンフレアブラウンはエグゼクティブのみの設定であり、それ以外のグレードでは残りの4色が設定されているので注意です。また、前知識ですが、アメリカなどでは F スポーツのグレードにご覧の赤内装が設定されているので、どうしても LX で赤単位層の組み合わせが欲しい方は、海外からの並行輸入もありかもしれません。値段がとんでもないことになりそうなのと、納期もとんでもないことになりそうですが、はい。外観紹介。まずはフロントフェイスからです。今回の LX のフロントフェイスは、従来のレクサスのスピンドルグリルとは異なり、メッシュや背面構造が採用されておらず、太いバーのような衣装が7本も通されているような構造となっています。今までのレクサス車と一線を画すデザインですが、メッシュ模様がもたらすスポーティーなイメージを LX に求める方の方が少ないかと思いますので、このデザインが与えるタフさや、おそらく RX などには採用されない唯一無二のこのデザインが、一目で LX だという印象を与えることができるので、フラッグシップとしてふさわしい衣装だと思います。ライトデザインに関しても、迫力が増しており、消灯状態であっても、L 字のデイタイムライトのデザインがはっきりしており、後ほどライトチェックはいたしますが、発光状態でも存在感をはっきり主張するデザインとなっています。また、このライトには、ハイビームの照射範囲を緻密にコントロールする、ブレードスキャンアダプティブハイビームシステムが搭載されています。他のレクサス車の場合、ベースグレードには、このアダプティブハイビームシステムがオプション設定の場合が多いですが、LX の場合は、全グレード標準装備であるため、ベースグレードであっても、この迫力の目力がそのままなところが嬉しいところです。ボンネットは、ランクルと同様、中央がへこみ、左右が盛り上がっているデザインが採用されているため、ボディ幅としてはかなり大きい車両ですが、左右の見切りが良くなるよう工夫されているのが特徴となっています。純粋にこのデザインがかっこいいっていうのもありますけれども、はい。フロントカブのダクトもピアノブラック調に塗装されており、非常に質感が高く見えます。フロントベース周りのブラックパーツは、ベースグレードとエグゼクティが共有であり、オフロードグレードでは漆黒メッキが採用されているため、また雰囲気が違って見えるかと思います。おまけのカスタムカーはオフロードグレードベースなので、そちらと比較いただければと思います。
LX のオフロード性能の一つの指標である最低地上高は、エグゼクティブの場合 210mm、その他のグレードではホイールサイズにもよりますが、基本は 200mm となっており、余裕の最低地上高が確保されています。改めて LX のフロントフェイスです。フラッグシップにふさわしい迫力の外観です。この車が後ろに疲れるとすぐ道譲ってしまいそうですね。多分スープラを運転しているとグリルでミラーが埋まってしまいそうです。この迫力のフェイスがグレードによらず確保されているのがありがたいところかと思います。サイドに回り込んできました。LX のボディサイズは全長 5100mm、全幅 1990mm、全幅 1895mm、ホイールベースが 2850mm となっています。先代と比べると全長がプラス 35mm、全幅がプラス 10mm、全高がプラス 15mm と一回り大きくなっていますが、ホイールベースだけは変更なしとなっています。これは開発者のこだわりということで、LX のオフロード性能の指標であるアプローチアングルとデパーチャーアングルを先代同様担保するためにこだわって変更しなかったそうです。このようなコンセプトがはっきりしている車は、ユーザー側からも購入の判断がしやすいかと思います。ボディサイドのデザインは、ランクルのサイドのデザインと比較すると違いが分かりやすいかと思います。ランクルのサイドと比較すると、LX のサイドのデザインの特徴として、C ピラーが細くデザインされているのがお分かりになるかと思います。それに対してランクルの C ピラーは太いデザインとなっています。この C ピラーが太ければどっしり感、細ければスポーティー感を与えやすくなっているため、ランクルと LX 同士の比較では、LX の方がピラーが細く、若干ですがルーフも垂れ下がっているため、よりスタイリッシュに見せたい意図があるのではと推測できます。このあたりは同じ兄弟車であるハリアーとラブ4の外観を比較してみるとより分かりやすいかと思います。その他サイドのデザインは、ランクルと似たデザインが採用されていますが、レクサスの塗装の場合、ボディの抑揚がよりはっきりしており、この深みのある塗装は、やはりレクサスの武器であるように思います。また、毎回 SUV デザインでコメントしていますが、前後タイヤのホイールアーチは、ボディ同色じゃない方が、SUV らしいゴッサーをアピールできるような気がしますが、皆さんどうでしょうか。今回の LX の場合、全グレードでホイールアーチはボディ同色であるため、ブラックに変えることができません。私がマイノリティなのかもしれませんが、選択肢は用意してほしかったです。ホイールサイズは、エグゼクティブの場合、265-50R 22インチのサイズとなっており、22インチサイズのホイールを違和感なく履きこなしているのが驚きです。その他のグレードのホイールデザインはご覧の通りであり、特徴としてオフロードグレードでは路面追従性を高めるため、扁平率の高い18インチホイールが装着されています。その他装備として、サイドステップが全グレード標準装備であり、おそらく信頼性重視で格納式ではなく一体型となっております。リアに回り込んできました。リアのデザインは先駆けで発売が開始された NX に採用されていた実在レクサスデザインが採用されており、一文字のテールライトに L 字型のライトを組み合わせたデザイン、そしてロゴではなく文字でレクサスと明示されています。このあたりは今後のレクサスにも順次採用されていくものかと思いますし、私個人的には好みなので大歓迎です。一つ残念だったのがリアワイパーの処理ですね。RX みたいにルースポイラーの裏に格納されているとよりスッキリしたデザインだったかと思いますが、おそらくリアガラスの傾斜角の問題で実現できなかったのかと思いますが、少し残念です。ボディ下部にはごつめのパーツが取り付けられており、武骨な SUV であることを主張しています。リアから見たサイドはこのようになっており、若干ではありますが、リアフェンダーの膨らみが見受けられ、よりどっしり感が感じられるよう工夫されたデザインとなっています。内装紹介。まずはトランクから見ていきます。トランクを開けるとこのようになっていました。やはり高さのある車なので、トランク床の高さはそれなりにあり、荷物を持ち上げる必要がありそうですが、傷つき防止のメッキパーツが装着されていました。ボディサイドはそこまで大きくえぐられているといった様子ではありませんが、元々の車幅が大きいため、スペースとしては問題ないかと思います。こちらには AC100V のアクセサリーコンセントがあり、全グレード標準装備となっています。このトロカバーはエグゼクティブの専用品であり、暗くて分かりづらいですが、裏がカーペット状の防音材となっており、鉱石裏の防音処理と合わせて、
後席とトランク間の音に対する隔壁代わりの役割を果たしています。そのため、かなりしっかりとした作りとなっていました。トランク床下の収納としてはほぼなく、よっぽど外すことはないかと思いますが、トロカバーの収納スペースがなさそうでしたので、このことに不満を感じる方がおられるかもしれません。また、他グレードは後席を倒してトランクスペースの拡張が可能ですが、エグゼクティブグレードの場合、後席を倒すことができないため、現状の容量が最大となります。後席を倒さなくとも十分なスペースがあるため、実用上は問題ないかと思いますが、万一の場合が考えられる方は注意が必要です。続いて、運転席の内装紹介を行っていきます。まずはドアの内張りからです。この車の内装色はサンフレアブラウンというカラーが採用されているため、非常に明るい印象を受けます。手が触れる部分は全てフォストパッドで覆われており、質感が非常に高いです。また、この展示車にはオプションの鷹の羽を模したオーナメントが採用されており、日本の匠の技術を主張する日本車らしいこだわりが見受けられます。その他のオーナメントはご覧の通りであり、エグゼクティブではアートウッドもしくは墨色の縞木、それ以外のグレードではブラックの縞木かブラウンのオーナメントとなります。ウィンドウパネルの台座もピアノブラックプラスメッキ化色があるなど、フラッグシップらしく好きなしの質感でした。また、この部分にマーク・レビンソンのスピーカーが埋め込まれています。こちらはエグゼクティブには標準装備、それ以外のグレードにはオプションとなっていますが、ひやりとした金属の質感がより高級感を高めてくれるので、ぜひとも装備したいオプションです。一つ残念だったのが、NX で採用されていたドアの開閉をスイッチ操作で行う E ラッチの機能が LX には採用されていない点です。あの機能がレクサス独自の機能として採用されていれば、ランクルとの差別化がよりできたかと思います。おそらくタフな使われ方をするであろう LX で不具合が生じた場合を考慮してたと思いますが、少し残念です。車内に乗り込みまして、続いてステアリング周りについてです。ステアリングのデザインも昨今のレクサスデザインにのっとりシンプルにまとめられており、左側にオーディオ操作系、右側に運転支援系スイッチがまとめられています。このステアリングにも先ほど紹介したオーナメントがあしらわれており、質感高いです。イグニッションスイッチはこの位置にあり、ランクル同様、防犯対策の指紋認証機能を備えていることがポイントです。この展示車ではディスプレイが起動できませんでしたが、画像のように8インチのカラーディスプレイが全グレード標準装備となっており、同じく標準装備のカラーヘッドアップディスプレイと合わせて各種情報表示が可能となっています。続いて目切り性能についてですが、今ご覧いただいているのが私の運転時の目線であり、外観紹介で説明した通り、ボンネットの左右が膨らんでいるため、左右の見切りが思ったほど悪くないことと、ナビ画面も横長となっているため、視界の様だけとなっておらず、この後紹介するカメラ機能と組み合わせることで、だいぶ大きな車を運転している不安感は払拭できると思います。続いて、ナビ周りについてです。LX にはメインに 12.3 インチのタッチディスプレイがあり、こちらで地図情報やマルチテレインモニターと呼ばれる状態にて、車両の下部を透過したような状態で見ることができるため、いざとなれば車周辺の状態を確認しつつ走行することが可能となっています。その下部にはもう一つの7インチディスプレイがあり、この画面ではドライブモードの選択やオフロード走行時の車両の状態を確認することが可能となっています。この2つのディスプレイを併用することで、一度に様々な情報を表示、確認できることが今回の LX のインフォテインメントシステムの特徴です。ディスプレイの下部にはエアコン関連のスイッチとハザードスイッチが配置されています。きちんと物理スイッチとなっていることと、トグル式のスイッチを採用したり、横断面のスイッチ形状のため、手に馴染みやすい工夫が施されています。このあたりはオフロードニーズの高い車らしいこだわりですね。その下には様々ある LX の走行モード切り替えスイッチと、トランスファーのローレンジ、ハイレンジの切り替えスイッチが配置されています。こちらもスイッチ形状が工夫されており、誤操作防止の処置が施されていました。その奥には、ちょっとした小物入れと、その左右にシートヒーター、シートベンチレーションのスイッチ、USB ポートとシガーソケットが配置されています。これらすべて全グレード標準装備となっています。その後ろには5つ目のシフトノブがあり、その横にパーキングブレーキやブレーキホールド、車高調整ボタンがまとめられており、新世代のレクサスデザインらしく、それぞれの機能カテゴリーごとにスイッチがまとめられており、非常に使い勝手が良さそうです。その横にはいかにもスマホが充電できそうなスペースが設けられています。
こちらはエグゼクティブ以外のグレードでは置くだけ充電用のスペースとなっていますが、エグゼクティブグレードの場合は後席に置くだけ充電スペースが設けられており、電源の関係なのか全席に置くだけ充電は設置不可となっています。そのためこのスペースがデッドスペースとなりそうなのが少し残念です。その後ろのアームレストにもステッチが施されており、非常に質感高いです。中も非常に深いスペースがあり、ディスプレイヤー機能をつけるか冷蔵庫機能をつけるかの選択式となっています。グローブボックスに関しては標準的なサイズかなと思います。全席シートの質感としては、レクサスエンブレムのエンボス加工が施されていたり、シートサイドにもしっかりキルティング処理が入っていたり、ヒーター、ベンチレーション機能完備など、レクサスクオリティが発揮されまくりのシートとなっています。続いて、後席乗り込んでいきます。エグゼクティブグレードであるため、後席優先ということもあり、質感が凄まじかったです。まずは、ドアの内張りについてです。こちらも全席同様の質感が担保されていることに加えて、サンシェードが追加されていたりと、より快適性がアップするよう工夫がなされていました。マック・レビンソンのスピーカーがこの位置に配置されているので、やはり質感にかなり影響しそうです。ステップに足をかけて乗り込んでいきます。ご覧の通り、ステップの幅は十分ですし、滑りにくい材質が採用されているため、グリップと併用すれば非常に乗り込みやすい印象でした。足元スペースに関しては余裕の空間があり、170センチの私のドライブインポジションに合わせた状態で足を組むことができるほどです。正面には後席用のモニターが装着されており、こちらはエグゼクティブには標準装備、その他のグレードにはオプションとなります。4人乗り仕様のため左右独立シートとなっており、アームレストを兼ねたコンソールによって仕切られています。このコンソールには USB ポートや、その後ろにはちょっとした小物入れ、横置きのペットボトルホルダーが備え付けられており、真ん中のモニターで左右後席と助手席のポジション変更が可能となっており、リラックスした体勢のまま各種操作が可能となっています。今、左の席を操作中であり、かなりのリクライニング角度があるのがお分かりになるかと思います。LX の全長と SUV の室内高の高さを持って出せる技だと思います。その後ろには全席の代わりの置くだけ充電スペースがあり、その後ろにはステッチ処理がされた質感の高い小物入れが備え付けられています。真っ暗で見えませんが、この後ろが隔壁となっており、トランクスペースからの音の侵入を防ぐ役割を持っています。これまでトランクと乗員スペースが仕切られていることがセダンの武器でありましたが、このような工夫をすると SUV でも高い静粛性を兼ね備えることができるようなので、新たな高級車の形を垣間見た気がします。改めて VIP 使用状態の左後ろ席に乗り込んでみました。助手席を前に出しているので、足を伸ばしきったとしても助手席に足は届かなそうです。リクライニング角度も相当な角度がつけられるため、だらんとした姿勢で体を預けることができ、人をダメにしそうなほどの快適性でした。天井が高いので、圧迫感がないことが寄与しているのではと思います。一つ残念だったのが、ランクの時もコメントしましたが、サンルーフのガラスの開口幅が狭いです。こちら、全グレード標準装備なことはありがたいのですが、開口幅が狭いため、後席の乗員がその恩恵をあまり得られないです。おそらく強度の問題でこの開口幅だと思いますが、少し狭いなと感じてしまいます。改めて、こちら LX の内装の前景です。エグゼクティブグレードということで、後席優先の仕様ですが、全席がおろそかとなっているわけではなく、全席の質感をよりグレードアップした後席の質感となっていることが驚きです。デザインに関しても、新世代レクサスらしいスッキリしたボタン配置となっており、オフロード走行用の複雑な操作機構が織り込まれていることを感じさせないシンプルな操作性が非常に好印象でした。まとめです。外観としては、リアなどにレクサス共通のデザインを採用しつつ、LX 独自のスピンドルグリルの採用や C ピラーの処理などでランクルとの差別化が図られていることで、唯一無二の存在感を放っており、所有満足度を満たしてくれることと思います。内装に関しては、フラッグシップにふさわしい質感が担保されており、不満が出ることはないかと思います。エグゼクティブ仕様の後席の質感は LS に迫るものがあり、初代 RX がそうであったように、オフロードを快適に走行する VIP カーという新しいカテゴリーをまたレクサスが生み出してくれそうな予感を感じました。偏見かもですが、中東のお金持ちの方がすごく好きそうです。また、
特筆すべきは、ほぼ全ての装備が全グレードで標準装備であるため、ベースグレードの内装を確認したり、試乗することで、よりラフロードを走りたければオフロードグレード、快適性を重視するならばエグゼクティブグレードと、各グレードのコンセプトが明確であることも好印象でした。あとの問題は納期ですね。この動画が作成している時点で、納期が約4年というとんでもない時代となっていたので、一日でも早く未来のオーナーの形での手元に届くことをお祈りしています。おまけになります。こちらは先日のオートサロンでジャオスサイに出展されていた LX オフロードベースのカスタムカーとなっています。オフロードベースのためグリル周りに漆黒メッキが採用されていることと、カスタムパーツとしてバンパー下部にプロテクターが装着されています。また、サイドに関してはオーバーフェンダーが配置されていることで LX の迫力をより増しています。ホイールは円形製のホイールに20インチのオールテレインタイヤが採用されています。リアに関してもフロント同様にプロテクターが装着されています。こちら、プロテクターやオーバーフェンダーはすべて CFRP で軽量化が図られていることに加えて、アプローチアングルなどにも配慮した機能性を兼ね備えたパーツとなっているのが特徴です。その他参考出品としてマットガードやマフラーカッターが装備されています。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。